本日もお疲れ様です。とっとお米チャンネルマイカです。やっほー。集まれ眠れない人雑談パチ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 。眠れてないんですね。この動画はそんな眠れないあなたがぼーっと聞いていて逆に眠くなることを目標にゆるっとしたテーマで雑談をしていくという内容です。全講習会で校長先生の失礼ながらあまり面白くない話を聞いていて眠くなったとか、会社のオンラインミーティングで何の話をしているんだろう、長いなという内容を聞いていて寝落ちを仕掛けたとか、そんな経験はありませんか？ああいうのって寝ちゃいけないと思うから逆に眠くなるんだろうけど、なので今日は私のポンコツなね日常の話をぼーっと聞きながら、私が聞いてほしいので寝ないで聞いてもらって、つまんないな、寝たいなってだんだん眠りメーターを上げていこうっていう謎なことをやろうとしているので、ボツになる可能性も高いです。はい。ということで本日の米トークはこちら。チャララン。ポンコツなマイカの日常。舞津のみんなに聞いた笑い話。最後のまとめ。失敗する条件とは。本当に私日々いろいろ起きるタイプなんですよ。こんなになんで連発するんだろうっていうくらい何かが起こるから、これって私だけなのかなっていう疑問が昔からあって、なのでちょっとみんなにも聞いてみたいなと思って、こないだインスタでちょっと聞いてみたんだけど、なので、この順番通りじゃなくてみんなのちょっとしたエピソードは途中で混ぜながら、基本的に私のくだらない話を聞いてもらうのが今夜です。準備はいいかな？はじめはポンコツのね定番だと思うんだけど、ソファーに座ろうとしたら思ったより距離があってズデーンって転びましたって来てて、これは舞津さんのエピソードなんだけど、怪我系は本当に毎日してるの私。いや、この方はね怪我しなかったかなっていうのがちょっと心配になったんだけど、大丈夫だった？で、漫画でめっちゃドテってこけるやつ想像できるかな？ちょっとここに画像があったら入れておくんだけど、リアルにこういうドテっていうこけ方を人生でね3回はあるんですよ私。で、盛大に膝をねすりむいちゃってめちゃくちゃ出血したと思ったら、その次の日はなんかぎっくり腰みたいな腰痛に襲われて、もう昨日も今日も本当になんでこんなに痛い思いするんだみたいな、そういうのがそんなになんだろうな、
毎日ずっとじゃないんだけど、ぶつけたりとかあざとか、もうそれはしょっちゅうあるのね。で、今言った共感してもらえるかなって思うのが、あざって本当に知らない間に至るところにできてませんか？できるよね、本当に。でも私はポンコツの上級者だから、多分みんなはできたことがないだろう場所にこないだできたんですよ。でそれがここなんだけど、この顎ここでさ、その時ね、実家にいたから、いや、こんなところにどうやったらぶつけるんだろうっていう、ここだから。いや、てかぶつけたら普通気づくよねっていう話をマイマミーとしてたの。で、だってさ、ここだからまずシチュエーションも意味わからないし、こういうこと？なんかどっかにこの顔して突っ込んだんかなって思ったんだけど、初めはさ、笑ってたの。こんなとこにあざできて。でも次に実家に帰った時も同じ場所にまたあざができてて、待って、さすがに怖い、何これみたいな。で、何も思い当たる節がないし、私は呪われてるんじゃないかって、なんかそういうのあんまり信じないというか、何も考えたことないんだけど、いや、これは呪いですねっていう話になって、呪い認定をしたんだけど、またさらにその次に実家に帰った時は、もうさ、あざを作らせないぞっていうマインドがあるから、こっちはこまめに鏡でもありませんよねみたいな、チェックしてたの。で、そしたらついさっきまでなかったあざがまたできてて、はい来ました、はい、今回も来ましたみたいな感じで、さすがに行動をちょっと細かく分析をしようと思って振り返ったの。結果、なんであざができたでしょうか？なんだと思う？私はですね、体育座りのしすぎで顎にあざができてました。体育座りのしすぎです。やばいよね。なんか実家はローテーブルみたいなのがあって、基本的に椅子じゃなくて地べたに座って生活をするスタイルなんだけど、その時に体育座りで膝に顎を乗せてダラーンダラーンってしてるから、その重みであざがね、ここにできちゃったっていう。いやー、もう原因が分かった時、どんだけ重力に身を任せて生活をしてんだよっていう気持ちと、本当に呪いかと思ったの。だからちょっと青すぎて爆笑しちゃったんだけど、そういう人いるかな？ちょっと体育座りで顎にあざできたことある人がいたら教えて。一人でこれはちょっとさすがに恥ずかしいから。で、さっきぎっくり腰みたいなのになったって言ったんだけど、結構腰がね、私は強くないみたいで、昔から痛くなっちゃうことがあるんだけど、初めにメニエール病になったっていう時、その診断をされて動けなくなっちゃった一昨年も、めまいと高熱で寝たきりの日が多かったから腰が痛くなっちゃって、で鍼灸院で腰
腰に針を打ってもらった時に、もうずっと腰が痛くて本当に治る気がしないんですよねってなんか相談をするというか、あーって痛いんですけど治らないっすみたいなことをちょっとおばあちゃん先生が施術してくれてたから言ったの。でそしたらさ、腰をこう私の腰をさすりながら、大丈夫よ、絶対良くなるからねって言われて、私おばあちゃんに腰さすってもらいながら言われてるこの言葉って逆だよねと思って、私が普通さすってあげてさ、おばあちゃん大丈夫だよって言うならわかるけど、情けない気持ちとちょっと自分が100歳を超えてるぐらいの感覚になって、で同時期にね、耳の治療で病院に行くと、そこでも腰がちょっと丸まったおばあちゃん先生みたいな人にこう点滴を打つのに、これこれこうしてくださいってこう説明とか指示をされるんだけど、私の聴力がこう低下してるからもう全然聞こえなくて、ずっとおばあちゃんに言われてることをなんかもう何ですかみたいな、逆おばあちゃんよ本当に。でどっちがおばあちゃんなんだろうなっていう会を繰り広げてたから、そこでも私は今何歳だよってすごい思った時期でしたね。今も思うんだけど、でもいつも腰曲がってんの私。ちょっと姿勢をさ、よくいつも動画撮ってるけど、よく体調悪い時家でもう背中丸めてこう歩いてんのね、こうやって。だからゼルダに出てくるさ、なんだっけゴブリンいるのわかるかな、ボコブリンで、家族に私ボコブリンって呼ばれて、その時期だからたまにさ、マイカさんみたいになりたいです、憧れですって言ってくれる方がありがたいことにいらっしゃるんですけど、私ボコブリンなんだよなって思いながらコメントを読んでるし、家族にも笑われます。ボコブリンなのにこんな風に言ってくれてるねって。怪我系でいくと忘れもしないエピソードがね、高校生の頃のが一つあって、ある日ね、学校帰りに男の子とマックに行ったの、二人で。で向かい合ってこう食べながら話してたんだけど、鼻からポタって水が落ちた感覚があって、でその子はこうよく一緒に遊んでる子で、いつも何人かいるメンバーの中でその日たまたま二人だったっていうだけだから、なんか好きな人でデートをしてたとかじゃないんだけど、さすがにさ、鼻水ポタって恥ずかしすぎるでしょって思って、こうごまかすようにこう何もなかったかのようにこう何もないですってこうスッってやったんだけど、またねすぐこうポタポタってなったから、やめてと思ってこう吹きながら下をこう向いたら赤いので、鼻血かって思って慌てずに、ちょっと慌ててもダサいじゃん、だから慌てずにカバンからポケットティッシュを出してこう対応したわけですよ。笑うしかないから、鼻水恥ずかしいって思ったら鼻血だったんだけどやばいねみたいなことを言って、最初はちょっとケラケラって笑ってたんだけど、そう一緒に笑ってた男の子も
徐々に心配をし始めて、でちょっと薬局に行って冷えピタ買ってこようかって言ってくれたの。なんか暑くってほてってこう鼻血とか出ちゃうこともあるし、まあでも大丈夫だよっていうこう申し訳ないから、あ、大丈夫大丈夫、みたいな感じで断ったんだけど、そのどんどん血が出てくるから結構あったそのポケットティッシュもなくなっちゃって、手が血だらけになっちゃって、でだんだんさこう周りのお客さんたちも様子がおかしいぞって気づいて、あの子大丈夫みたいな、なんかめっちゃ血出てるけどみたいな、みんなティッシュを持ってきてくれたりとか、トイレットペーパー持ってきましたよって言ってくれる人もいて、まあでもお店のそのトイレットペーパーを大量に使うのもなっていう気持ちがあって、自分の持ってたスポーツタオルで抑えることにしたの。結構こうなんだろう、体を動かす授業が多くて汗かいたりとかするから、いつもなんていうの、こういうちっちゃいさハンカチタオルじゃなくて、こう大きいさ長細いスポーツタオル、これくらいのやつを持って歩いてたの。だからそれでこうずっと抑えてたんだけど、その間結局ね、友達が冷えピタを買ってきてくれて何枚かこう貼ったんだけど、全然止まんないから、いやさすがにちょっとやばいねってなって、病院に行こうってなったの。二人とも住んでる町じゃないかったから、そこが詳しくないし、テンパってるから、こう近くにある交番に行ってどこの病院がいいかを聞いてみようってなって、で人通りが多いなんか商店街みたいなところにある交番に行ったんだけど、その持ってた私のディズニーキャラクターのね、こう可愛いスポーツタオルだったんだけど、それも血まみれだし制服にも血が垂れてるから、もう傍から見たらさ、喧嘩して彼氏がこう彼女の顔を殴って顔から出血してる子みたいになってたの、私が。そういう声が周りから聞こえてきて、彼女やばいよみたいな。でみんなに見られるし、その男の子にもほんとごめんねって言いながら、もう2時間近く出血してたから、ちょっとフラフラしながら歩いて、で交番のおまわりさんにもどうしたのみたいな、救急車呼ぶよって結構すぐ気づいて近寄ってきてくれて言われたんだけど、病院がそのちょっと歩いたところにあるって聞いたから、大丈夫です行ってきますって言って、すごいなんだろう、ちょっと無理してたかもしれないけど、いやもう行ってきますって言って病院に行って、結論その鼻の中の動脈が切れてて血が止まんなかったらしくて、焼いたんだっけな、ちょっとあんまりね記憶が曖昧で覚えてないんだけど、確か焼いて止めたのかな血を。ね、とにかくその友達がやばい彼氏みたいな役になってたから、申し訳なさすぎて、今でもすごい忘れもしないポンコツなエピソードです。男の子はね、女の子が話し出したら優しくサポートしてあげてください。そんなことはないと思うけど。ちなみにその男の子は一緒にね笑い話にしてくれて、その後
気まずいとかはね全然なかったけど、いやー鼻血って出るよね。出るよね。ほんと大変だったな。そうじゃなくてというか、私の話は置いといて、ちょっとさ、マイザさんのエピソードを紹介しようっていう話だったじゃんか。ちょっとね編集して出すから、この撮影してる日だと割とタイムリーな話から読みます。先日受けた共通テストでのことです。試験官が注意事項としてウェアラブル端末の使用は禁止ですといった内容のことを言うんですけど、一番最初はウェアラブルをめちゃめちゃ噛んでて3回くらい言い直してました。結局何回やり直しても言えてなかった。教室の中は緊張感がすごかったのですが、少し笑ってしまったのでほっこりしました。ニコニコ。リラックスして受験できました。その後は教科を重ねるごとに噛まずに言えるようになる試験官がとても可愛かったです。いや、ほっこり。まずはね、ちょっと遅くなっちゃったけど、共通テストお疲れ様でした。よく頑張った。本当に頑張った。まあ、どんな結果であっても、その過程は必ずね、人生において意味のある点になるから、その点を、点と点と点と点を未来のこう線にね、していきましょう。はい、で、このね、噛んじゃうのは、試験官の方がだいぶ恥ずかしかったんじゃないかなと思うし、私だったら何日もこう思い出して引きずっちゃうかなって思うけど、いやでもそのおかげでこうやってリラックスできて、受験もねリラックスして受けられたっていう人がいたって考えると、なんかポンコツって誰かの役に立つことがあるんじゃないかなって、ちょっとポンコツ人間の私としては心が救われますね。いい話を聞いた。で、次も学生さんですね。あれ、どれだ。今日お箸を1本だけ忘れたので、お箸1本で給食食べました。なんかこういう顔文字ついてる。かわいい。かわいいよこれ。もうエピソードがかわいすぎてやばい。これは自分で用意をして、なぜか1本だけお箸持ってっちゃったっていうことなのかな。1本で食べたの？神業だね。どっちも可愛いポンコツ話しすぎて、ちょっとね違う意味でここが痛いよ。めっちゃ笑っちゃった。ニコニコニコ。かわいいね。コナンの先週くらいのコロッケの回一番笑いました。私まだ見てなくて、で数年かけて名探偵コナンを1話から見るっていうのを今やってるんだけど、もうすぐ現実に追いつくの。だけど、まだ現実じゃないから見てないけど気になっちゃったから、コナンスペースコロッケで調べてみたら画像出てきましたよ。いやマジで声出して笑いました。コナンって何人かの脚本の方がいらっしゃるんですけど、浦沢さんっていう脚本の方の時はだいたい様子がおかしいというか、なんかギャグみたいな話が多くて、このコロッケも浦沢集がしたから見るの楽しみにしてます。先週のことです。これも先週の話題だそうです。私だけが乗る閉まりかけのエレベーター、
駆け足で乗ってこようとしている人がいたので、どうぞっていう感じの天使の微笑みで開くボタンを押して待機と思ったら、逆に閉まるボタンを押してて、目の前で扉を閉めてしまった。性格悪すぎやろ。笑顔で目の前で閉めるとかサイコパスかよって心の中で自分自身へ盛大に突っ込みました。恥ずかしすぎるよ。いや、これはやばいね。天使の微笑みで閉めるところがポイント高い。なんか相手の人もそれを笑い話に消化させてくれてたらいいんだけど、閉めた後にいやそこ閉めるんかいって向こうもツッコミを入れてくれてたらいいね。そうしたらもう一回迎えに行くね。その言葉が聞こえてきたら、そこ閉めるんかい、迎えに来たよみたいな。いや先週ね、私も最近の話で言うと、最初に話したポンコツのエピソードは、自分に原因があるのは分かってる。怪我しちゃったりとかさ、なんか体育座りして顎にさ肌作るは100私のせいじゃん。でもついてない系のことも昔から非常に多いんですよ。本当に。なんか家族にも友達にも本当不幸だよねって笑われて今まで生きてきたわけなんですが、なんだろう、例えば洋服とか食べ物でも、ネットで買ったものとかでも、何かを買った時の不良品の率がすっごい高くて、なんかお洋服だったらジーパーが壊れてるとか、大きな穴が開いてるとか、よくありそうじゃん。でもスーパーで昔買ったお惣菜のコロッケの中に青いビニールが入ってた時はもう冷や汗が出た。なんか友達の家でみんなでご飯を食べてる時だったから、コロッケ、クリームコロッケ食べて、こうグってかじってってやったら口から青いビニールって出て、友達がいや青いの出てる青いの出てるって言ってきて、ちょっと病院行ったりとかしたかな。食べちゃって、そうなんか個包装になってるお菓子の袋とかも私が選ぶやつだけうまく開かないとか、なんかよくあるので、引きが悪いってよく言われるんだけど、でここ最近自分がついてないなって改めて自覚したことがあって、健康のために腕振りウォーキングをなるべくしてるって前に話したと思うんだけど、いつもね仕事終わって夜に行くことが多いんだけど、お休みの日にはね、ちょっと今日はお昼から頑張ろうって思って1時間ちょっと頑張ってウォーキングをしてから、その先の場所でランチを食べようって考えて出発したの。朝ってバナナぐらいしか食べないかったから超お腹空いてて、でも調べて気になるお店をウォーキングの先に設定してたから、美味しいランチが待ってるぞみたいな感じで気合を入れて歩き始めて、で最初はウキウキしてるからよかったんだけど、だんだんさなんだろう、いつもより気合が入ってた分ペースが早かったのかちょっとずつ疲れてきて、で終盤は結構ヘトヘトだったの。いつも1時間ぐらいは余裕で歩くんだけど、やっぱりあんまり食べないでハイスピードで
歩いてるのがその日はちょっと疲れちゃったのか、ようやくお店が見えてきて、ゴールだ、やっと着くって思ったら、なんかすごい嫌な空気を醸し出してんの、お店が。もしかして定休日に来ちゃったかなって思って、落ち込んで張り紙をね見に行ったら、なんと数日前にだよ、お店が閉店してたの。いや、定休日どころか直近で閉店してるってなんかやばいなと思って、そういうこと初めてじゃなかったから。で、超お腹が空いてたけど閉店してるし、ここまで来てチェーン店に入るのは悔しいと思って、調べたらちょっと先になんか美味しそうなちょっといい感じのお蕎麦屋さんがあるぞってなって、またテクテクとテク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 って歩き始めたの。そしたらさ、今度は定休日だったんだか臨時休業だったのか忘れちゃったけどさ、まだ空いてなくて、結局その隣にあったチェーン店のファミレスに入りました。ついてないんだよね。なんか改札が入れないことって誰しも経験があると思うんだけど、そこでもついてなくて、なんかあれって後ろの人に迷惑がかかるから嫌な目されちゃうし、実際後ろから急いでんだけど何引っかかってんのみたいなことを言われたことがあるから、毎回若干ヒヤヒヤしながらタッチしてるんだけど、でも前に2ヶ月でね3回くらい連続で改札引っかかるのが続いて、私のタッチの仕方がいけないのかなとか、なんかあると思うじゃん。で、駅員さんにこれなんで引っかかっちゃうんですかねって、何を改善したらこうなりませんかって聞いたら、何も問題ないですよって言われて、こっちの問題ですみたいな。タッチの仕方がね悪いとか何もないって言われたら何もしようがないからですよねっていう気持ちになりながら、ここでもですよねみたいな。逆にね、何か大きな運を貯めているのではっていう考えをするように今はしているんだけど、私と同じタイプの人いる？こんなになんかついてないなって思うことが連発する人いるかな？どうしってあげて。でも改札引っかかるはね、あるあるだよね、多分。ついてないじゃなくて、これは自分のミスなんだけど、最近もう一個やっちゃったのがお風呂上がりの話なんだけど、髪色をね真っ赤にしたの。もう落ちてるけど。で、色持ちを良くするためになんかピンクとかオレンジのカラーシャンプーを使うんだけど、私はお風呂に置いておくのが好きじゃなくて、普通のそのシャンプーコンディショナー以外の毎日使わないもの、なんかトリートメントとかボディスクラブとかカラーシャンプーとか、そういうものは使う時だけ持って入って、終わったら拭いて持って出てしまうっていうのを毎回やってるんだけど、その日めちゃめちゃちょっと落ち込んでて、でゆっくりお風呂に浸かって落ち込みを浄化して前向きになるぞって元気を出そうって切り替えたの、頑張って。でさあお風呂上がってスキンケアをしましょうっていう時に、拭いてしまおうとしてたカラーシャンプーを、そのピンク色だったんだけど、それがなんか逆さまに
落ちて、落ちたって思ったら壁にピャって飛び散って、何がやばいって、カラーシャンプーって色がねすごいつくの。めちゃくちゃつくから、すぐに拭いても全然落ちなくて、白い壁に血が飛び散ったようにブワーってなっちゃうし、お風呂上がりだったからすごい体も冷えるし、もう落ち込んで気分がこうはーってなってるのを頑張って持ち直したぞって時に、みたいな、また来たっていう自分がねポンコツだなっていうのをまた実感した瞬間だったのだが、今日こうやってみんなに聞いてもらえたおかげで意味のあることに消化できた、消化ね、上がるやつね、消化できた気がするから、よかった。聞いてくれてありがとうございます。ちょっと自分の話ばっかりになっちゃうので、ちょっと舞津さんの短めエピソードを読もうと思います。昔コンビニでお寿司を買った時、レジで温めますかと聞かれた時、一瞬頭がハテナってなりました。この後なんて返事したんだろう。お寿司温めますかか。店員さんにとってね、すごい恥ずかしかったんだろうけど、これは言われる側も返す言葉に迷ってテンパっちゃいそうだな。全然関係ないけど、コンビニでレシートを渡されるときに、レシートのお返しになりますって言われると、レシートはお返しじゃなくてお渡しやでって心の中で突っ込んでます。うるさいババアです。次は友達に聞いた話なんだけどって、そういうテンションじゃないか。友達に聞いた話なんだけどって豆知識を披露したら、話した相手が聞いた友達だった時、気まずいね、これは。いやでもありそうすぎて、ちょっとこれ最初に読んだ時笑っちゃったんだよね、すごい。このエピソードを送ってくれた人は YouTube のコメントでもいつも私を笑わせてくれるので、いつもありがとうございます。ナイスポンコツでした。あとは夜中に汗をかいて起きちゃって、喉が渇いたから電気をつけずに冷蔵庫から飲み物を取った。お茶だと思って勢いよく飲んだら、なんとめんつゆ濃縮タイプ星キラリで寝ぼけてたけど、体中の細胞が一気に冷めた。塩分補給できたと思って前向きに再度眠りについたけど、もう絶対同じ失敗しないぞ。何やってんの。さすがに私でもこの経験はないな。そもそもめんつゆのボトルってなんとなく形状が違うから、そこで気づいて、しかも濃縮タイプキラリじゃないのよ。ほんと危ないよこれ。ちょっと危ない話なので、これはね前向きに終わらせるんじゃなくて、もう同じ失敗をしないように後ろ向きでちょっと反省してください。でもね、めんつゆでよかったね。飲めるものだったから気をつけてね。はい。ちょっとね、動画が多分予定よりも長くなっているので、次で最後にします。はい、妻の友人からいただいた時計を撮ろうと思ってカメラを掲げたらインカメになっていて、間抜けな自分の顔が映ってるのを妻に見られて、妻に爆笑されました。その妻の顔も撮れました。
しい。最高。いいですね。間抜けな顔で変な写真だったのかもしれないけど、この写真は家宝にしてほしいな。私も友達と待ち合わせをしている時に、お互い慣れてない場所で、なんかこちらはここにいますよっていう写真を撮って送ったの。合流がなかなかできないから、目の前の風景を私は送ったんだけど、あっちからはここっていうドアップの顔面の写真が来て、いやどこやねんって爆笑したことを今思い出した。あるよね、インカメになっちゃってること。写真を撮ろうとしたら動画だったとか、そういう時の思い出っていいよね。撮っとくと笑えるから。いやー、ということで最後にハッピーすぎるポンコツありがとうございました。ナイスポンコツ。ということで想定してたよりもちょっと私のポンコツな話が長いというか、まあまあな尺になっちゃったので、送ってくれたエピソードを全部はね紹介できなかったんだけど、送ってくれたみんなありがとう。ありがとう。きっとね、だらだらと話していてみんながつまんなくてそろそろ寝かせてくれと思ってると思うので終わるね。はい。いやー、なんかいっぱい笑った今。今日はそうまとめないと。いろんな笑い話を紹介したけど、私のよく転ぶ話とか、めんつゆ飲んじゃうとか、ソファーに座れなくてドテってなるとか、ちょっと気をつけなきゃいけない失敗系のお話もあったから、最近見た自律神経に関する動画で大学の教授がおっしゃっていたことを最後にちょろっと話して、なんかいい感じの動画だったなっていう風に締めたいと思います。はい。人間の失敗する条件は決まっていて、余裕がないか、自信がないか、体調が悪いか、環境が悪いか、予想外のことが起きたか、これ以外にない。失敗することの原因を突き詰めると、この5つのどこかに当てはまる。これらには自律神経が大きく関わっており、交感神経が上がりすぎて判断能力に影響が出ている。そして自律神経を整えるには呼吸が重要だそうです。私ね、毎日何かしらのポンコツを発揮しているのは自覚はあるんですが、自律神経が乱れまくっているんですよ。はい、なので私も含めて自律神経を整えるためにみんなと深呼吸をして本日の動画を締めたいと思います。はい、鼻から4秒吸って口から8秒かけて吐いていきます。吸った長さの2枚で吐くなんだけど、今日は4秒と8秒でいきますよ。せーの。
様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように。そして明日も素敵な一日となりますように。それでは